新しい薬を作るっていうのは本当にとてつもない挑戦ですよね。有望そうな化合物を見つけても、そのほとんどは製品になることなく消えていってしまいます。今回はその根本的な課題に挑む画期的なツール、スイス RDME を使いながら、創薬の未来をちょっと覗いてみましょう。まずこのすごく大事な問いから始めましょうか。画期的な効果を持つはずだった新薬の候補が、なぜ開発の途中で姿を消しちゃうんでしょうか。その理由、実はものすごくシンプルなんです。そう、まさにこれなんです。化合物がどれだけ優れていても、私たちの体の中をちゃんと旅できなければ全く意味がないんですね。目的の場所にたどり着いて、適切に作用して、そしてちゃんと体から出ていく。この旅路こそが薬の成功を左右する鍵なんですね。この薬の旅順はアドメと呼ばれます。体の中に吸収されて、必要な場所に分布して役割を終えたら代謝されて、最後に体から排泄される。薬の候補からすればまさに体内っていう障害物コースですよね。これをクリアできないと薬にはなれないわけです。さて、ここからが本題ですね。この困難な旅を化合物が実際に旅する前に予測してくれる、ヒーローのような存在が登場します。それが今回の主役、スイス ADME なんです。このスイス ADME のすごいところは、誰でも無料で、しかもブラウザからすぐに使えるっていう、ものすごく強力な予測ツールだという点です。研究者は設計した分子が体の中でどう振る舞うかを実験する前に高い精度で知ることができる。これは創薬のあり方をもう根っこから変えちゃうくらいの力を持ってるんですよ。じゃあこのツールで何が予測できるのかっていうと、これがまた多岐にわたるんですね。分子の基本的な性質から消化管でちゃんと吸収されるか、脳まで届くかといった薬の動き、さらにはそもそも薬としてふさわしい構造なのかということまでワンストップで評価できちゃうんです。ではスイス ADME の最も優れた機能の一つを具体的に見ていきましょう。このボイルドエッグモデル、名前も面白いですけど、ものすごく複雑な2つの問題をびっくりするくらい直感的に見せてくれるんです。このスライドの凄さはもうその圧倒的なシンプルさにあります。科学者たちが長年悩ませてきた脂っこさ、つまり使用性と極性っていう2つの複雑な性質、水性レムイはたったこの2つを軸にして薬の運命を予測する地図を描き出したんです。スライドにある通り、外側の白身が消化管での吸収、そして中心の黄身が脳へ到達できる可能性を示しています。つまりですね、研究者は自分が設計した分子がこのプロットのどの辺に来るかを見るだけで、この薬飲み薬としていけるかなとか、脳の病気に使えるかもみたいなものすごく重要な問いの答えを本当に一瞬で得られるようになったんです。そしてこのモデルがただの面白い図じゃないってことをこの数字が証明してくれてるわけですね。消化管吸収の予測精度は 92%、脳への到達性の予測は 88%。これはもう研究者が自信を持って次のステップに進むか、あるいは莫大な時間とお金を無駄にする前に立ち止まるかを決めるのに十分すぎる信頼性だと言えますよね。さて次にもう一つの強力な可視化機能を見ていきましょう。今度はですね、分子が全体として飲み薬としてどれくらい優れているかを評価するためのものなんです。優れた飲み薬になるためには、これら6つの性質が絶妙なバランスを保っている必要があるんです。どれか一つだけが良くても他が極端だとうまくいかないんですね。ここで問題になるのがこの複雑さですよね。6つもの異なるパラメーターを同時に全部いい感じにするってめちゃくちゃ難しい作業なんです。じゃあどうすればいいんでしょうか。そのエレガントな答えがこのレーダーチャートなんです。6個の特性をそれぞれの軸で示して理想的な範囲をピンク色の六角形で表示する。設計した分子のプロットがこのスイートスポットにきれいに収まっていれば、それは優れた飲み薬になる可能性が高いですよと一目でわかるわけです。ここまで見てきたように、スイス ADME は創薬の研究開発プロセスにもう革命的な変化をもたらしてるんですね。そのインパクトをちょっとまとめてみましょうか。この数字1万、これスイス RDME がたった1回の処理で解析できる分子の数なんです。従来だったら何ヶ月、もしかしたら何年もかかったかもしれないスクリーニング作業をほんのわずかな時間で完了させてしまう。その効率性はもう驚異的としか言いようがないですよね。つまりスイス ADMA がゲームチェンジャーである理由は明白です。無料で、早くて、そして直感的。
これによって巨大な製薬企業だけじゃなく、大学の研究室や小さなバイオテック企業まで世界中の誰もが最先端の創薬シミュレーションを行えるようになったんです。有望な候補を早く見つけ、失敗するものを早く除外する。これは創薬を民主化し、イノベーションを加速させる強力な武器です。最後に、こんなことを考えてみてほしいんです。スイス ADME のようなツールが当たり前になることで、新薬開発の出発点は、実験室のフラスコからコンピューター画面上のワンクリックへと変わっていくのかもしれません。それは私たちが病気に立ち向かう方法を根本から変える未来の始まりと言えるんじゃないでしょうか。